おはようございます。11月3日、桁の卸です。決して飲むんではありません。道具にもやっておきましょう。ちょっと雨降り出しましたね。早い人はですね、昨日からもう行くのは行ってるんですよね。自分は今日からということで。初日なのでどこ行こうか悩みますけど、今年は頼島沖からスタートしてみたいと思います。前回の動画でやった牡蠣方があります。その沖からスタートしてみたいと思います。牡蠣方です。9月の水温が高かったんで、今年はちょっと牡蠣全体に遅れ気味です。最初西風で後から北になるそうです。ではここら辺で新品気持ちいいですね。まっすぐ汚れるんですけど、毎年この1番目は結構ワクワクドキドキなんですよね。いいように絡めれてるかどうか一番やってみないと分かりませんからね。もうこの目がちょうど上り返しですね。今下手なんで人こぎより回します。もうほぼ全開。出てくるカニと、もちろん頼島からも出てきますし、黒土瀬溝方面から出てくるカニが光るのがここです。重たくきましたね。もうちょっとワイヤー締めた方がいいと思います。これはそして桁になるとゴミもすごい。1番目です。網にいっぱいシャコ刺さってましたね。今まだなんとか硬いな。シャコがやっぱちょっと遅れてるんでしょうね、今年は。もう近年全般に遅れ気味なんですけど、9月が暑かったですもんね。力も入ってますね。結構入ってる。今もうこっちへ落ちてくれちゃって、もうおそらくほとんど拾えるんで、もういい加減カニ取ったら移動した方がいいかもしれません。おや、もう入っとるでしょ。入ってるな。オレンジ、見えてますね。オレンジわかりますかね。これ両サイドオレンジ、もう端まで入ってますね。素晴らしい。2番目つけます。もうこれエビとかは全部は拾えませんね。間に合わない。もう本当に普通に間に合わない。シャコ、銅眼、ガラも全部拾ってません。2番目結構ワイヤー短めしたんですけど、さらきよりすごい泥が通ったコースでしょう。
長い。下手になったらこういう貝類も入りますね。おお、入ってますね。これも来てる。さっきのほどではないですけど、この下側にオレンジが見えますね。出た。今は多い時期ではありません。最初の2番が塩返しだったんで結構入ってくれたんだと思います。3番目つけます。ちょっと綱締めすぎましたね。軽く来て、でもなんかカニだけはしっかり入っとる風ですね。卵はもう拾ってもいいはず。名古屋風、もう少し時期が経つと多分もっと見え出すと思うんですけど、まあ信じなければです。ちなみに昔はハモなんて自分を大きい気出して十何年見たことなかったです。初めて見た時は感動しました。おそらくどこやっても多いか少ないかだけでカニは取れると思いますんで、もう3番で一応いい加減カニ取れたんで、ちょっと他のとこもうろうろしてみます。同じバケツに入れてるんでより直さんといけんす。次からは違うバケツに入れることにします。どうしようか。もう買ってもいいですけど逃がします。痩せすぎ。えらい汚れてるんでエラ洗って、これでまた太って帰ってきてもらいたいと思います。サブロー裏がガラエビ多そうだったんで、サブロー裏の方行ってみましょう。尻焼け見つけました。1年だけですけどめちゃくちゃ湧いた年があってね、クーラーいっぱい取りましたけど、最近はねハリイカの方が多いですね。昔はねハリイカよりこっちの方が多かったんです。9月にとってたオンの親ももう消えて見なくなってましたけど、桁なら入るというね、カニたちが普段どれぐらい潜ってるかということですね。チンコピじゃ届かない。泥が悪くなってる大阪岡の方もですね、みんなで耕せばねいいんですけど、シラスもしくはウエストひっくり返せばいいんですけど、もういないんで結局誰も寄りつかんから耕すこともなくどんどん悪くなっていくだけですね。なんと平らぎっすね。中おるんでしょうか。おるやん。いやー最高のおかずが。平らぎ超嬉しいですね。やった、今季初食べ。まだ薄小さいですけど、やった食べれます。これはナイス。だいたい大きいシャコってこう裏が黄色のやつ多いんですよね。全然少なめじゃなかったですね、カニ。ここから多いんで方がいいかな。いろんなもん取らないとこうリスクを分散させないといけませんので、投資と一緒ですね。でかい。これが大きくなるタイプのやつ。名古屋もいますね。今日2つ目。すごい。
ここいいんですけど、めちゃくちゃいいんですが、他のとこに行ってみたいと思います。寄島の港の沖です。もうカニもだいぶ移動してますんでね、ここは少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ少なくても多い。道岸少なめですね。あ、ここの方が大きい道岸が。魚多めでした。打たせでやったらめっちゃ入るでしょうね、ハモ。桁でこれだけ入ったら。あ、カニゴミ拾いに来てよかった。もう1日分取れましたね。これハモ多いっすね。11月今年この業は特に多い感じですね。これ確か美味しい方じゃなかったかな。あー、冒険がこんなものを。これはすごい。これめちゃくちゃうまいんですよ。本当にね、もう濃厚。石ガニと渡りガニだったら石ガニの方が味濃いですけど、石ガニのような感じの、まあ違いますけど、まあ例えて言うならそんな感じ。もう咳入っとるから出てきたんでしょうね。これも川の中にいるんですよね。ヒラメ見るの忘れてた。おお、超えてる。こっちに気を取られてヒラメ見るの忘れましたけど、やっぱいろんなもん見た方が楽しいですね。まあカニを最後にもうちょっとだけカニ取りに行くかもしれません。ドーマー拾うの忘れた。足速いんですよね、あいつ。あ、おった。もう乾いてきてる。危ない。まだ半日経ってません。次はちょっと倉敷の方行ってみます。爪の上に乗ってたやつ。ほら、お、モンゴリか。寄島方面に帰ってきました。あと数番やって帰りたいと思います。早めに帰りたいと思います。では次の網でもこぎながら港向けて帰りたいと思います。なんかこっちがおかしかったですね。全然入ってないし。あ、でもこっちがいいが俺だけか。俺だけか。素晴らしい。ラストによいしょ。ではこれで寄りながら帰りたいと思います。お疲れ様でした。はい。シャーガネははい。250から300。おお。途中1回もうやめまして、はい。他のものを取りに行ったらヒラメとか、うんうん。なんと初日からこんなもんがなんだったっけ、ノーマンガニ。ノコギリガザミですね。あと11月なのにハモがめっちゃ多い。へえ。
水温高いけんね。いや今日は暖かかったもんな。まあ暖かいとか寒いとかも関係ない。ああもう。水温がもう下がらんから。去年のやつだけ移しておきましょうか。あんまり多いけど全部出すのがちょっと発表するのか。そんなに。すげえすげえ。親友人に頼まれて。これちょっとシンボルの裏に。チャコピーって言った。チャコピーはまあ時期じゃないんで、あんまり拾ってます。童顔ですね。よいしょ。童顔入り。まあ予定通りカニも爆漁でしたけど。はい。まあ明日は皆さんカニでしょうね。でしょうね。カニだろう。ちょっとほんなら寄りましょう。はい。シンボルやって寄らんといけんからね。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。皆さん今日もハードワーク。モンゲーお疲れ様でした。モンゲーを使うのは生涯2回目です。今日はですね、沖にいる時から夕食が楽しみでした。なぜなら飲んだことのない種類のお酒を視聴者さんがおすすめしてくださって、それが届いていたからです。それがこちらですね、グラッパサッシカイヤ。今回もあまり調べてませんが、そのおすすめしてくださった視聴者さんが教えてくださったのは、ワインを作った後のブドウの搾りかすで作ったブランデーって言えばいいんですかね。グラッパです。なんかイタリアだけそう呼んでいいっぽいですね。これ作ってるとこだけ。フレンチオークダルで4年熟成後、サッシカイヤの熟成に使用したバリックでさらにもう1年熟成。うわ、もう開けただけでこれも香りが漂ってくるタイプ。この蓋開けただけでもうすでにいい香り。すごいな。さあこれは本当に楽しみです。飲んだことないですね。グラッパって飲んだことないですからね。どんな感じなんですかね。もちろん中一風グラスでしょうね。これアルコール度数は40度だそうです。わすごい。うわすごい。ブドウ。ブドウです。もうウイスキーやバーボンとはもう明らかに違う。色は黄金、薄めの黄金色ですね。香りはもう辛口のお酒から感じる香りですね。他のコニャックにあるようななんかこう甘い感じはないですね。飲んでみます。いただきます。やっぱり辛口。今までにない香り。甘い香りではないです。もうめちゃくちゃいい香りで、バーボンとかそういう甘口のお酒よりもかなり飲みやすいですね。もちろんバーボンも自分飲みやすいんですけど、いい香りすぎてそれよりもさらに飲みやすい感じです。ブドウの搾りかすってこういう美味しいお酒ができるんだったら、お米の搾りかすもできますよね。なんかこういう熟成酒あるんかな。ちなみに値段はですね、なんかいろいろあったんですけど、送料込みで16,000円ぐらいのやつを買いました。お高いです。でもですね、本当飲む価値ある。ちょっと調べてみます。飲んだ後ですが、スパイスとコクを感じさせる印象があり、自分にはそれはちょっとあんまりないですね。スパイスとコクは感じないですね。コクよりもどっちかいうと爽やかな飲み心地みたいな感じですけどね。香りもくどくなく綺麗な香り。いい匂いがくどくくるんじゃなくて、本当にもうさらっとくる感じです。タバコやココア、ナッツのようなフレーバーが多層的に広がるっては書いてますけど、タバコは感じんしココアも感じでもそういう風に言われて飲んだらナッツは感じますね。とにかく今まで飲んだコニャックとか、ブランデー、バーボン、ウイスキー、香り高い焼酎の中で一番飲みやすいんじゃないかな。定期的に買いたいですが、問題はお高いということです。ただその値段だけの価値は本当にあります。かなり美味しいです。はい、できました。なんかすごいのが来てます。カニのクリームパスタとなっております。ありがとうございます。席も入ってます。どこから食べればいいのかわからない。これはクリームチーズですか？クリームチーズパスタやな。クリームチーズじゃなくて、それはモッツァレラチーズ。モッツァレラチーズパスタです。もう自分箸でいいんですけど日本人なのですごいものが出来上がってますね。先日ですね、ゆじぽんママと一緒にちょっと近所にね、パスタのお店ができたんです。そこ行ったらですね、サーモンのクリームソースパスタっていうのがありまして、それが結構美味しかったんで、ゆじぽんママさんがスイッチが入っちゃいまして、カニで作ってしまいました。まずこの飾りの甲羅をどけないとまず話になりませんパスタになかなかたどり着かなくて、途中スープ飲んだらスープの味はね、もう抜群でしたね。ではモッツァレラチーズパスタいただきたいと思います。今回はカニを5杯使っております。前々回のカニクリームコロッケの 8杯と多分ね、重量的には一緒です。もう大きさが違いますんで、全然カニの身とモッツァレラチーズ添えて
ひじポンもさっきに食べましたけどどうでした？うまい。めっちゃうまいただきます。うますぎるひじぽんまーさんのこのカニクリームパスタの方がちょっと本当申し訳ないですがはるかに美味しい。これやっぱり単独で食べるよりこのチーズと一緒に食べて美味しいね。ちゃんとい。入っとんこの中にチーズが、うん何チーズですか？もっとある。あ、モッツァレラチーズを入れるとこの中も、溶けてる。なるほど。やっぱりなんかチーズの味すると思った。いただきます。相当美味しいです。ただこれちょっとスープにしてほしかったね。あこれをスープにしておくと多分おそらくもっと美味しかったと思います。今年はスーパーにもたくさん並ぶぐらいですのでお手頃価格で購入できるんじゃないかと思います。ぜひよろしめのカニをご賞味ください。今回もご視聴ありがとうございました。贅沢飲みしてみましょうか。本当にもうちょっとだけ50/50で試してみたいと。ちょっともったいない気はしますが大成功意外予想外。いやこれはたまらんな。びっくりした。そっと見ようた。怒ってないけん頭垂れんでいいよ。